72と S9、いいとこちょっと羅列していきますけれども、フェーダーがキレキレ、耐久性が良い。で、操作性もかなりいいですね。で、つまみがね、取れにくい。力入れて取ろうとしても取れません。真ん中のこの白いの抜くと、ロックが外れるので取れるようになります。バトル中に事故で外れるってことがない。で、72、こっちの良さは、S9 ってパッドがホット Q 選ぶと左右どっちもホット Q になってたんですけど、こっちがホット Q、こっちがサンプラーとか、そういうことができますよね。あと、モニター、波形が出せます。ここでね、曲選ぶこともできますし、波形も出ますね。これがすごい画期的でしたよね。パソコン見なくても良くなったと。あと USB のハブが2個ついてます。12っていうのがあるんですけど、 CDJ2000 とか3000とかその辺でもいいんですけど、ここつないであげることによってセラートとつなぐときにミキサーだけつなげば OK になったというのがいいところですね。あとはタッチ FX、 このボタンを押すとここでエフェクターがかけれます。この辺がいいとこだったかなと思います。このフェーダーのタッチがいいという人もいますけどね。 S9 の方がこの幅が狭いので、こういうプレイですね、日本人に多いんですけど、これちょっと広いんでやりづらかったりしますね。あとチャンネルを縦を2個同時に下ろすとかもこっちの方がやりやすいですねという違いがあります。そして72がマーク2になったことによってこのフェーダーの耐久性が上がりましたね。はい、フェーダーがこっちの方が耐久性があるって言われてたんですけど、こっちも耐久性が上がったっていうことで、今後フェーダーで困るっていうことも少なくなってくると思います。あとインスタントダブルがついたと、ちょっとバージョンアップしましたというのが72マーク2ですね。今回出たのが S11 になって、左がホット Q、右がサンプラーとかもできるようになりました。で、モニターがつきましたね。こっちの方が綺麗な気がしますけどね。あと USB ハブもつきました。あとフェーダーの耐久性がさらにアップした。縦の動きに強くなったみたいですね、S9 から。さらに頑丈になりましたと。より安定したスクラッチができるようになったんじゃないかと思います。フェーダーのキレがめちゃくちゃアップしてますね。クロスフェーダー入れた時の音のエッジですね。シャープだったりラージだったりスモールななど選べます。あとはタッチ FX もつきました。タッチ FX に関してはこっちの方がね、ここにポンとボタンがあるんでアクセスはしやすいかなと思いますけど、これでも全然いけると思います。これでポンポンと慣れちゃえばいけるかな。フェーダーね、一番軽くしてます、両方。この状態で、これがこんな感じ。最後にクッションが入ってるんですよ。このクッションの感じで柔らかいのが今ついてると思うんですけど、こんな感じの跳ね返り具合ですね。で、フェーダーのカチカチ音もこんな感じ。で、こっちが、こんな感じですね。跳ね返りはこっちの方が大きいですね。こっち柔らかいのがついてるから、硬いのをするともうちょっと跳ね返りが強くなりますね。こんな感じと、こんな感じ。ディスプレイの違いをね、簡単に紹介しようと思います。まず波形の感じ。こっちの方がくっきり見えますね。こっちの方がちょっと薄い感じはしますけど、全然両方見えるんじゃないかと思います。タッチ FX いきましょうかね。こっちのタッチ FX が今パイオニアはセッティングでロールプラスピッチかエコープラスフィルターが選べますね。エフェクトで比べるとすると、パイオニアはここですね。ビート FX がここで、セラートのエフェクターがここで選べるって感じになりますね。セラートのエフェクターは1、2同時掛けとか、1、2、3同時掛けとかもいけますね。書き方は簡単で、このボタンとか押すと、ここがエフェクターが名前が変わります。これで書ける。ものすごいわかりやすいですね。シンプルですね。で、かかり具合。あと、ここのフィルターも好きに選べるんですよ。このボタンでフィルターだったりノイズだったりピッチだったり瞬時に切り替えが可能です。あとスムースエコーが別でついてるとね、このボタンでフェーダーを下げた時とかクロスフェーダーの切り方とかでエフェクターがかけれるものがついていると。あと72に関してはエフェクターここですね、フレックス FX ってところでいろいろセッティングできるんですけど、エコーにすることの方が多いかなと思うんですけど、これはですね、かかり具合がこれなんですけど、こうやるとエコーがかかるという分かりやすい感じですね。こんな感じですね。これがオンオフなんですよ。フランジャーだったらフランジャーのオンオフ。この状態でここを押すんですよ。で、ここを上げるとフランジャーのかかり方が変わって、これも同じようにオンにしてここを押すとこれでかかり具合が変わる。押し込むと種類が変わるんですね。すぐ使えるものをここに1、2、3で4って感じでセッティングが可能というのが72ですね。こっちはパッド FX がついてますね。上の段でエコーとか選びます。で、その下の段でサイズを選ぶんですよ。って感じですね。で、あと例えばフェーダー FX。エフェクターじゃないんですけど、スクラッチがパッドでできますね。フィルターもかけれますね。
エフェクター、ここの瞬時に呼び出せるエフェクターが4つと、フィルターとパッド FX、この辺りがついてるって感じですね。フィルターのセッティングとか変えれそうですね。で S11 に関してはここまでは正直想定内でした。ただ今回のバージョンアップで想定を超えてきたという機能がいっぱいありますので、それもご紹介いたしましょう。パッドが左右別々になりましたっていうのを説明しましたけど、上下で分けれるんですよ。ホットキーを押しながらロールを押すと、上がホットキーで下がロール。サンプラーの裏、シフトをしながらこれでスクラッチバンクっていうのがついてます。押してみます。瞬時にスクラッチのトラックが読めるっていうバンクがついたんですよ。サンプラーみたいな感じでポンと呼び出せるんですよ。ABCD で4バンク32個好きなサンプルが保存できます。シフトをしながらバンクを押してみます。すると1個前に流れてた曲に戻れるんですよ。かなり神がかってる。あとスムースエコーというボタンがありますけど、上に6つぐらいあるんですけど、これがねオンオフができますね。かかり具合0にするとクロスフェーダー、どのタイミングでも入るんですけど、例えば2分の1にすると、ここで設定した BPM に対して2分の1以下のカットにはかかりません。2分の1以上のフェーダーのカットの間隔ですとかかるという感じも面白いなと思いました。の感じでエコーをセッティングすることができます。デッキ34のコントロールがつきましたね。一番面白いのがマッシュアップですね。1が上物で2がビート、1と2でマッシュアップ状態ですね。2を3にコピーするっていうのがあるんですよ。コピーされましたね今。この状態でデュアルデッキを押すと、こっちのプレイヤーで1と3両方操作できるようになりました。あとフェーダー申請、さっき紹介した DJM909 からあった機能ですね。さらにパワーアップしてると。スケールがつきましたね。オートスケール、曲を変えてみます。曲のキーに合わせて音程が変わるようにできてますね。音程を外さない。ということで今日は S11 と 72M2 の比較をしてみましたけれども、いかがだでしょうか。72もいいとこもありますし、 S11 の方が今回出たばっかりですからね。 S11 グレードアップしすぎましたけれども、 S11 がいいとこもあると思いますけれども、どちらがいいかはあなた次第です以上となります。ありがとうございます。